I mean, I worry that not only we're going to get a mild recession, I think the chances that we get a significant recession are really pretty high. 10月の CPI が前年同月比 7.7% と予想を下回って発表されると、市場は大幅反発し、ナスダックは1日で 7% も上昇し、アップルの時価総額は1日でなんと27兆円も増加しました。しかしながら9割以上もの CEO がリセッションが来ると確信しており、多くの企業で新規雇用凍結や大規模レイオフが始まってきています。不景気の波を肌で感じることも多くなってきた近頃ですが、米株式市場では多くの株が年初来で5割以上も下げており、アメリカ住宅市場では販売が急減してきています。直近インフレのトレンドが減速してきているのは明らかにいいサインですが、 FRB は単一のデータのみで金利上昇を弱めることはせず、12月の利上げ幅は未だに50ベーシスポイントの線が濃厚となっています。現在の金利水準が住宅市場や株式市場にどう影響を与えるのか理解しておくことは非常に大切ですので、ぜひ最後までご覧ください。まず最近最も注目されているインフレについてです。経済指標として月1で発表される CPI の数字がインフレを表す数字となりますが、この CPI の数字は全てを語ってくれるわけではありません。CPI とは私たち消費者が購入するものやサービスを加重平均して算出される数字のことです。簡単に言うと、私たちが車や冷蔵庫やスマホ、食べ物や日用品を買った場合、前の年の同じ月と比べどの程度上がったのか、もしくは下がったのかを見る指標です。これが上がればインフレが起こっていると捉えられ、下がればデフレが起きていると考えられます。しかし、この CPI を算出する計算方法には重大な問題があるんです。これが私たちの感じるインフレと数字上のインフレに大きな乖離を感じる要因となっているんです。一番よく知られている問題は持ち家の帰属家賃です。 CPI にはシェルターという項目がありますが、これはいわゆる住居費のことです。このシェルターは主に帰属家賃と家賃で構成され、その月によってばらつきはあるものの CPI の3割程度を占めています。帰属家賃とは持ち家に住んでいる人がその家に対して払うであろう想定の家賃を計算したものになります。 CPI においてはこれが過小評価されていることが多く、実際の家賃上昇を反映していないという問題があるんです。もう一つの問題は CPI には短期での価格変動に大きく左右されてしまうため、実際のトレンドを見ることが難しいというものです。そこで生み出されたのがコアインフレーションというものです。コアインフレーションは価格変動の大きいエネルギーと食品を除いた指標のことです。エネルギーや食品は価格が上がっても買い控えることが難しいので、インフレを正しく反映していないという考えです。どんなに食料品が値上がりしたとしても、私たちは食べないと生きていけないので、基本的に多くの人は食品を買い続けることになりますよね。10月の CPI は前年同月比で 7.7% 増、前月比ベースで 0.4% 増となりました。中身を見てみると、前月比ベースでマイナスとなったのがエネルギーサービスとガス、中古車やアパレル、そして医療サービスです。特に中古車は先行指標として見られており、これが大きく下がったことが先行きのインフレ減速を示唆しており、その他のカテゴリーに関してもプラスで推移したものの、プラス幅が落ち着いてきたことから FRB の利上げが止まり、利下げに転じるサイクルを織り込みに行き、株は大きく反発しました。唯一10月の CPI で大きく上昇したのがガソリンです。前月比ベースでおよそ 20% も上昇しているんです。 OPEC はリセッションに備え石油需要見通しを引き下げ、生産抑制を開始する構えです。インフレがピークアウトし、リセッションに入れば FRB が金利を下げることを投資家たちは期待していますが、国家は破綻するの著者で IMF の元チーフエコノミストを務め、現在はハーバードの教授をしているケネス・ロゴフ氏は、金利は簡単には下がらないと言っています。そして我々は深刻なリセッションに入っていく可能性が非常に高いと警鐘を鳴らしているんです。 You really have to look at the world,which is in bad shape. I mean, Europe's in high inflation, recession. China's in their equivalent of a recession, or they might actually be in a negative growth recession. Japan is on the brink of bursting with its fixing the yield and zero interest rate policy. They're likely to go into recession. So it's very hard for the United States to resist that. I mean, I worry that not only we're going to get a
mild recession. I think the chances that we get a significant recession are really pretty high. The interest rate hikes are sure putting a lot of pressure across the board. Certainly do think jobs catch up to the rate hike at some point. But Maria, one of the things which really has everybody confused is the jobs are strong, but growth is not. I mean, productivity is just terrible. And is it that really wages are higher than they seem because of changes in working conditions? Employers are distracted by pressures to take on social issues or just a global phenomenon. I don't know what it is, but it's a real disconnect between what's going on with growth and what's going on with labor. And I guess it'll play out as we go forward. インフレは明らかにピークアウトしていますが、賃金はまだ非常に強い状態にあります。賃金が上昇するときは、労働生産性も上昇することが分かっていますが、今、アメリカで起きているのは、労働生産性が落ちているにもかかわらず、賃金が上がっているという非常に珍しいことが起きているんです。労働生産性と実質賃金の伸びには、比例の関係があることが分かっているので、今までは実質賃金を上げるためには、労働生産性を上げることが大切だと考えられてきました。しかし今は労働生産性を伴わない賃金の上昇があり、これは明らかに労働力不足による賃金上昇だと考えられます。もう一つ、10月の CPI で面白かったところがあります。シェルター項目、つまり住居費が全体の上昇の5割以上をも占めたんです。これは非常にユニークな状況だと言えます。住宅や家賃は価格が動くのには一定の時間がかかります。株式市場は何かが起こったり予想されたりすると一瞬で価格に織り込まれますが、住宅市場はそうはいきません。アパートを借りたとき、大抵は1年から3年程度の契約を結ぶことになり、その間に市場がいくら上がっても基本家賃は変動しませんよね。つまり家賃は他の経済指標に比べ実態がデータとして現れるのが遅いという特性があるんです。直近はアメリカ主要都市で家賃が少しずつ下がっているようですが、コロナ禍から家賃は 50% 以上上昇していることを考えれば、実感として家賃が下がっていると感じることは難しい状態にあります。しかし同時に貸主が家賃を上げ続ける状態ではなくなっており、それは CPI にもいずれ反映されてくると予想されます。レイオフが加速し、リセッションが来て家賃も下がるとなれば、インフレ減速にはもってこいの経済状況になります。こうした背景もあり、投資家たちはインフレがピークアウトしたとみて株式市場は大きく反発しているんです。しかしながらマイケル・バリーはインフレには波があるとして一度下がって人々を欺き、再びインフレが戻ってくることを予想しています。インフレのデータを見てみると、確かにインフレが落ち着くまでには数年かかっていることが多く、インフレが数ヶ月で落ち着くと見るのは楽観的だと言えます。そういったことからもケネス・ロゴフが予想しているように金利が簡単に下がるとは思えません。FRB が金利を上げ市場からリクイディティを吸い上げるとき、その効果が実際に現れるまでには数ヶ月のラグが発生します。著名投資家であるカール・アイカン氏もベアマーケットはまだ続いていると警告し、多くの会社が今後さらに安くなるだろうと言っています。これからまた大きなチャンスが来れば、その時は買いに入る投資家も多いと思いますが、タイミングを測ることは不可能なので、今は一生持ち続けても良いと思うものに投資し、安くなったら買いますという守りの戦略が一番なのではないでしょうか。